こんにちは、乃木助です。この動画では秋田で食べたおすすめグルメをご紹介します。稲庭うどんを筆頭に現地で美味しかったグルメを1店舗あたり 1,2 分でご紹介していくので、最後までお楽しみください。秋田に到着して真っ先に向かったのが稲庭うどんの老舗、製法は一子相伝、北斗神拳を地で行く160年の歴史。まず見た目の美しさに驚き、食べてまた驚きました。めちゃくちゃ滑らかな舌触りと喉越し、噛めば心地よい歯ごたえ。つゆは醤油を強く感じますが、だしの風味とのバランスが良くめちゃくちゃ美味しいです。意外と知られてませんが、讃岐うどんは喉越し。後で調べてみたらこのお店の説明文にも喉越しの文字が。手段は違えど稲庭うどんも讃岐うどんも目指すところは同じだったんですね。ちょっと感動。それから天ぷらも素晴らしく、サクサクの衣は適度の薄さ、下味もちょうどよく、すごい丁寧に作られているのがわかります。あまりに美味しく一瞬で食べ終わってしまいました。その他にも綺麗に並べられた用紙や店員さんの接客風景など、さすが老舗という感じでした。秋田駅からふらふら歩いていると、とんかつ、そして幻の豚の文字が。注文して約30分後、じっくり低温調理された美しいヒレカツが来ました。東京 X というのは東京で開発されたブランド豚で、赤身にも 5% 以上のサシが入っているんだそう。そのせいかヒレはあまり好きじゃない僕でも美味しく食べられました。ヒレで白ご飯を食べられるほどに。衣は必要最低限の薄さで、肉の主役感がより際立っています。脂身が好きなのでロースも気になるところ。美味しいとはいえちょっとお高めなので、時間と予算があって豚が好きな人におすすめです。秋田でもう一つ食べたかったのが比内地鶏。正直値段の割にここの親子丼は普通だったんですが、こっちがメインだったかと思うほどそばが美味しかったです。そばは秋田県羽後町のそば屋さん彦佐からの直送。適度なコシと風味があります。そして何より出汁が美味しい。塩気よりも旨味が強く、大阪の出汁とはまた違った美味しさがあります。次回は羽後町にそば旅行もありですな。秋田の魚といえばハタハタ。このお店で天ぷらのハタハタをいただきましたが、その軽い食感にとても驚きました。身はもちろん背骨や頭も丸ごと食べられるほどサクサク。一瞬で食べ終わってしまいました。シューマイにはいぶりがっこも入っており、食感が楽しい。そしてここでも稲庭うどんうまい。大きな揚げとボリュームのある麺ですが、バクバク食べられます。稲庭うどんってなんでこんなに美味しいんだ。うどんといえば自動販売機のうどんも美味しかったです。たまたま寄った道の駅にあったうどんとそばの自動販売機。麺は細くて平たく、僕にとっては盆と正月が同時に来たようなうどん。だしも美味しくボリュームもあり、これが350円とはお値打ちすぎます。ちなみにここの自販機は有名らしく、いろんなグッズも売ってました。さてグルメ情報ではないんですが、男鹿半島の生ハゲ館が良かったのでご紹介。生ハゲに関する歴史資料が展示されている資料館なんですが、隣接する男鹿新山伝承館では実際の生ハゲを見ることができます。具体的には生ハゲが家に来て家主と話をし、そして帰るまでの一連の流れを見ることができます。生ハゲは人を驚かしに来るというざっくりしたことしか知りませんでしたが、実際には人々の無病息災や豊作豊漁を願う来訪神であるということがよく分かりました。話をグルメに戻しまして、今度は秋田市内の寿司屋に。どのネタも美味しく、そして優しい味のシャリ。やっぱり北国の魚は美味しいです。しかもこれだけ食べて約2500円ですよ。家の近くにあったら週1で行きたいお店です。店の雰囲気もちょうどよくて、翌日も行こうか悩んだぐらいです。お店の料理ばかり紹介してますが、ホテルの朝食も素晴らしかったです。稲庭うどんや一口サイズのきりたんぽが入っただまこ鍋、そしていぶりがっこといった秋田名物が並びます。常に現地の名物を食べられるのが旅の醍醐味ですね。これも美味しかった。
秋田市から車を走らせ武家屋敷で有名な角館へ。ここで美味しいお店を2つ見つけたのでご紹介します。1つ目が蕎麦屋さん。会津在来種と高根ルビーという2品種の蕎麦を食べ比べ、両方とも香りがよくコシが強くてとても美味しいです。そして見た目以上にボリュームがあり満腹感もあってとても満足。ちなみに僕の舌は2品種の違いを感じ取れないおバカな舌でした。2つ目はモンブラン。モンブランスイーツ専門店のこのお店ではその場でモンブランペーストを絞り上げてくれます。これがむちゃくちゃ美味しかったです。口の中で溶けるような軽い食感でいつも食べているモンブランとは別物。そして中のプリンもとろけるほど柔らかいです。スイーツ好き、モンブラン好きはぜひ食べてほしい一品です。秋田出発の日、初日に食べたお店の稲庭うどんが忘れられず別店舗へ。今回のサイズは大、つゆはごま味噌にしました。麺がキンキンに冷やされており、滑らかな舌触りとコシがたまりません。ほんといくらでも食べられるぐらいに美味しい。大にしたけどあっという間に食べ終わってしまいました。大阪に出店してくれないかな、マジで。今回の秋田旅行はまさにうどん尽くしでしたが、はたはたもそばも美味しかったですし、泊まったゲストハウスも最高でした。稲庭うどんが食べたくなったらまた行きたいですね。良き旅でした。